自分はあんまり若い頃に旅行とかするタイプではなかったので、2000年代に入っていろんなイベントごとでいろんな都市に出ることが多くなって、その中でアジアの方にも出かけることが増えていって、すごく活力というか、エネルギッシュでそういうところにシンパシーを感じたんですけど、ただ2000年代入ってからだったので、もうちょっと前の時代ってもっとカオスですごい時代があったっていうのは、映画とかそういったものを通じて見ていて、であの時代に行っておきたかったなっていうかな、90年代の、そういったカオスな光景を目の当たりにしてみたかったなっていうのはちょっと寂しいなと思ってたんですよ。でもしかしてゲームの舞台でそれを再現してそこに行くことができたらすごくいいんじゃないかというかね、自分が楽しいんじゃないかみたいな、そういうことを思って舞台に選んだというのがあります。すごく象徴的だなと思っていたのは空論城塞って言われてた舞台ですね。90年代の前半にはもう完全に解体されてなくなってしまったんですけど、日本でも昔からクーロンズゲートとかそういうゲームだったり、あと、映画とかアニメゴーストイントシェルとかでも、そういったような雰囲気みたいなのってすごくみんな好きで、あれこそは本当に見てみたかったっていうのがあって、今は断片的な資料とか写真からしかそこを想像することはできないんですけど、その過程で調べていくと、日本だとサイバーパンクと混ざっている空論みたいなのがちょっと一般的というかね、だけど本当はもっと一般の普通の人が普通に生活していたりみたいな、そういった生活に根ざしていた頃の空論城みたいな面白さみたいなところが特に惹かれていて、その上を開拓空港があった時に、上を飛行機が飛んでみたいな、空間美術じゃないですけどね、その空間にいたら本当に何か来るものがあったと思うんですよ。なので本当に見てみたかったなっていう思いが募っているのが今回の舞台設定につながっています。二面性がね魅力かなとは思っているんですよ。本当にそういうわい雑なというかカオティックなものの一方で、実に洗練された違う文化がごく自然に共存しているみたいな、そういったところが特に面白いなと思っていて、実際に訪れた時に自分がインパクトを受けた点でいうと、やっぱり表と裏というか、ネオンあふれる表通りとその一つ二つ裏手には路地裏があってみたいな、その対比みたいなのはすごく特徴的で面白いなと思っていて、それまた今回ゲームの舞台の冒頭でも表はいつもの賑やかな日常でも、その本当に一つ裏では全く思いもよらなかったような異常な出来事がっていう、そういった対比があってもおかしくないと思わせられるような、なんかそういう感覚を受けたっていうのがすごく影響していると思います。やっぱり映画にすごく影響を受けたっていうのもあって、あの時期だとウォンカワイとかフル・チャン監督、美術的な部分ですかね、美術というより撮影、とにかくやっぱり色彩感覚っていうのに一番まず驚いたんですよ。当時初めて見た時に色彩感覚とざらついたノイズと定まりきらないカメラの不安定さみたいなのがリアルというか、そこに自分がいるような感覚に陥るっていう部分があって、
その上でとにかく特徴的だったのはこの伝統的なものとすごくモダンなものが僕が当たり前のように共存しているっていうその感覚ですね。その中でこう描かれる心情みたいなものとかはすごく繊細であったりとか、とにかくこの見たことのないバランスの上に成立している映像作品群というイメージがありました。今回も写真をねたくさん撮りながらっていう部分で言うと、今までとはね少し感覚が違うところがあったかなっていうか、こんな面白いっていうか変な風景に出会えたみたいなでカメラを向けるっていうのは、そういうところが少しおとなしくなっていて、前来た時とここもう変わっているなみたいな、そういった目線で見ることが結構あったりして、そんな中でもやっぱり写真に残すっていう行為は止められないというか、5年50年後、その写真を見た時にきっと変わっているというかね、また訪れたらその写真と変わっているけど、でもあの時自分が出会った姿は写真に残っているっていう、本当に自分は本当に消えていくものへの寂しさっていう感覚がものすごく強いっていうのは本当にこれは自覚しているので、その時に出会えてよかったなと思うものを本当に丁寧に残して記録していきたいなというような心境で撮ってましたね。海外に行くようになってから最初の頃はまだ今みたいなスマホがそんなに発達してなかったりとかだったから、知らない街に行って歩く時の不安と高揚みたいなそういう感覚ってすごくあって、それは本当にねカメラ一つ持って、そういったところに楽しさっていうかね、怖かったけど楽しかったなみたいなのがあったけど、そのあたりは近年になって今自分がどこにいるかも分かるし、誰とでも連絡がつくし、事前にストリートビューとかで見て大体自分が行くところってこんな感じねみたいな、旅に行って未知のドキドキ感を味わうっていうのって年々薄れてきてたと思うんですよ。ここがどこだかわからないってことはなくなったんですけど、ちょっと面白いなと思うのはやっぱり建物の中ですね。路地裏とかもそうですけど、こう抜けてここに行っていいのかなみたいな、そういった意味での、ちょっとまだ冒険感っていうのはすごく残っていて、有名なチョンキンマンションとかに潜り込んだりして行っていいのかなと思いつつ、ちょっとできるだけ上の階まで行ってみて、そこで有名な吹き抜けのパイプがバーッと並んでるみたいなのを見て、深掘りというかね、奥に突き進んでいったらまだまだこういうものがあるみたいな、そういった面白さ怖さみたいなものを味わえたかなと思います。ゲームのあそこにいるなともその旅の間にも思ったし、帰ってからゲームやってもあそこだなここはってみたいな。でも再現したっていうものとは違ってやっぱりデフォルメがあるし、ある程度いくつかいろんな文化を混ぜ合わせたり創作する部分もあったり、例えばちょっとビルの上にワラック立てて生活、そういうのがなかったわけではないとは聞いているけど、アレンジがすごくうまくやってくれてるなと思ったというかね、そのあたりは一つ一つ僕がああしてこうしてとかではなくて、スタッフが知恵を絞ってっていう現実とは違うところがあるかもしれないけど、うまくアイデアを絞ってゲームの舞台に落とし込んでくれてるなっていうのは、きっと遊んだ人、実際の現場を知ってる人でも楽しんでくれると思うんですよね。違うってなるんではなくて、こういうちょっとアレンジで楽しいなと思ってもらえる。让我想起你懂我思想的旋律。